はい、こんにちは。山下夏実です。5月4日、日曜日ですね。この日はですね、地元平塚がクローズということでね、ちょっと温シャが強すぎたんで、伊豆の方に南下して、熱川海岸ですね。普段入らないビーチですが、トリップしてやっていきました。基本はですね、スキムの練習だったんですけど、かなりね、サイズもありまして、一応サーフィンもね、ちょこっとできた感じですね。ただ思ったよりちょっと風かわしなくてね、波面はよれてたんですけど、こんな感じで結構いい感じのラップ波まで来ていたかなっていう感じで、かなり難易度高かったんですよね。まず一つ目にね、圧倒的この砂の柔らかさがね、ちょっと、この熱川海岸今ありまして、少なくとも直近ですね、2回行って2回ともね、ちょっと砂が柔らかかったので、そういう砂の周りのちょっとやりづらい危ない上級者向けのビーチなんですが、こういう風なラップラインからのワンアクションとか、沖からサーファーの人がこういう風に乗ってこれる波はあるぐらいです。いい波が来てましたね、僕行った時は。そう、こんな感じでめちゃめちゃ砂柔らかいんですよね。そう、なのでね、ちょっと、風も思ったよりかわしなかったんでね、熱川の右側の端っこの方がね、堤防になってて、ちょっとその辺りの方が面が整ってたんで、一回ちょっと移動してこの辺の時間をやってます。ただこっちのビーチの方が、ビーチっていうかピークですね。ピークの方がちょっとね、難しかったですね。砂は閉まってるし、波も整ってるんですけど、ちょっと割れ方に癖があってですね。そうなんか意外と早い、こんな感じで。スープになっちゃって、かつスープも捕まりやすくね、ちょっと難しかったんですけど、ドンピシャで合わせられればこのフロントサイド、横に流す。っていうのはできる波だったかなと思います。ただ技量がすごい求められる波だったんで、結局、最初のピークに戻ってやっていってます。同じビーチでもね、ほら、こんな感じで、かなり違うような条件の波が入ってますね。こっちの方が明らかに風受けてるけど、サイズもありますしね。なんで、こっちでね、ちょっとレールワークと、波をしっかり読む練習。で、あとは、初速がつかなくても、しっかり走ってアウトを狙う練習っていう風な形で、この日は、その辺意識して練習していった感じですね。普段やらないビーチなんでね、いろいろ試しつつやっていってます。ややね、ブレイク自体がね、思っているより早く割れてきちゃうんで、で、かつ最後は巻かないんでね、しっかりこういう風に一発で切ることを意識しました。これすごいいいですね。ちゃんと横に走ってきて。最後チューブ波だったらチューブもかぶれたんじゃないかな。できるだけ、風もちょっと強かったし、モンキークロールでちょっと試しつつ、しっかりライディングができたらいいかなっていう感じで、やっていってます。こんな感じでテイクオフして積極的に一応アウトに狙っていってる感じですね。引きつけすぎちゃってもですね、ちょっとね、タイミングがあまりなかったので、できるだけアウトから取るように意識してます。このちょうどドンピシャの位置当てれると横に走れて、これベストライドですね。最後ちょっとややアーリーウープ的な感じでコンプリート。これが多分この日1だったかな。結構まんべんなくいいライディングができてるけど、一つ選べって言われたら今さっきのライディングですね。フロントがね、ちょっと難しくてあんまりハマってないんですけど、フロント側に開いてくる波はね、微妙に全部速くてですね、その辺少し苦戦しながらやっていったって感じですね。かなりその辺はいい練習ができたかなとは思うんですけど、あとはですね、しっかりトリックまで派生できたらいいかなって感じですね。こういう波だったら。一応積極的に流し側もスープから前に出るようには意識してやっていってる感じですね。はまれば結構いい感じで流してますね、これも。ちゃんと波をしっかり読んでね、良さそうなうねりの方向をちゃんと見て当てること。それが重要だったかなと思います。流し波の方が少し早かったんでね、その辺ちょっと早めに出たりとかは意識してたんですけど、ちょっとどんどんね、潮が下げていってたってこともあってですね、ちょっと間に合わなくなってる感じですね、この辺は。最初狙ってたタイミングとちょっとずれてきてるんでね。
絶妙にちょっと間に合ってない感じですね、この辺。ギリ取れそうで取れてないみたいなパターンがちょっと多いですね。ただこういう流し波はすごいいい感じで取れてますね。これが結構いいラップな感じでしたね。これが結構いい感じの波ですね。リッピングでスピナーをかけていいゾーンでかけれたのかなと思います。基本モンキークロールでね、ちょっとそのトリックまでいけたらいいかなって感じで、これもちゃんと結構綺麗に流せてね、その辺ちょっといろんな狙いをしつつですね、こういう風にフロント行ったりとか、ちょっとその辺もね、ちゃんと逃さず、来た波は全部乗るよぐらいな感じで練習していってますね。これがね、もうちょいね、スープに捕まらずにちゃんと前に出れれば、まあ、ややちょっと2枚重なってた感じでなんでね、ちょっと、そういう時の処理が意外と難しいんですけど、しっかり腰を落としてあげれば、こういう日は乗れるかなと思います。これもかなりいいゾーンで流しライン。左手グラブしてから、フロントビッグ、オープンサイド側にビッグスピンかけて、コンプリートですね。ちょっとメイクできなかったけど。で、こっからサーフィンですね。少し遅れちゃったけど。ちょっと沖出ていってます。ただね、ちょっと難しかったですね、サーフィンも。意外と乗れる場所限られてて、一気にインサイド戻ってスキムしつつ、沖出れそうだったらサーフィンするみたいな感じで、ちょっとその辺分けながらやっていってます。風も強かったんでね、もうこの時間のあたりは。ちょっとあんま無理せずやってる感じですね。だから形これとかすごいんですよね。ちゃんと横足してきて。最後ちょっとうねりなくなっちゃったからこういう感じになりましたけど、いいコンプリートできてますね。スピナーターンから失敗ですね。しっかり前に出れたらいいけど、前に出るのは難しいから、ちゃんとそこをどうカバーするのかっていう意識しながらやっていく感じですね。あとはね、意外と縦に入ってたかな、この日は。っていうのも、斜めに走るとちょっと砂が柔らかいゾーンがあったので、縦にまっすぐ入って確実に砂がね締まってる場所でちょっとやっていった感じですね。そういういいピークっていうよりはちょっと安全のためにしっかり走るラインとかをね考えながらやっていた感じです。さあこれフロント、これねちょっとね先ほどもあったんですけど、ややレイバック気味のところからねカバーしきれなかったんですよね、リカバリー。それがちょっとこの日はもったいないですね。速い波の時にね、ちょっとレールを一瞬でも抜いてしまうと、今みたいな倒れ方をしてしまうんで、その辺ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。普段やらないビーチ、波質、砂質でね、ちょっとやや苦戦はしてるんですけど、結構いい感じにスキムは乗れたかなと思います。で、ここからまたちょっと風がね、強まってきちゃったんで、沖に出て、スカーフィンしていきます。スカーフィンもスカーフィンでやっぱりちょっと難しくてね、ちゃんといいゾーン見つけられながらやっていってる感じですね。どんどん引いてたから、スキムで届かなくなったうねりを狙っていくって感じですね。これとかかなりいいゾーン見つけて長乗りしたんですね。上陸。これ最後、ややスイッチ側にスタンスを変えてから板戻したりしますね。3ショービットで前に出る。いいですね、コンプリート。かなりいい感じ。あとはちょっとね、流れがあったから、ちょっと回りつつ、ゲットアウトします。適度にちょっとね、もう流れで戻れなくなったから、一回上がってきてます。まあ一瞬ちょっとまた、スキムしていく感じですね。可能な限りテイクオフいろいろ試しながら。これいい位置。だけど、最後ノーズ刺さっちゃうっていう。これもね、かなりいい位置でフロント当ててるんですけど、これは逆に波が今度消えちゃってますね。
それもちゃんと読んだ上でのターンの位置とかターンの仕方をしないと、大会とかでね、全然全く決まらなかった、やりたいターンとかできずにヒート終わってしまったってことがあるんで、ちゃんとその辺はいっぱい波見て判断できるようになるといいのかなと思います。特に慣れないビーチ、地元でいつも入ってないようなビーチでやるときは特にですね、このピークがいいんじゃないかとか、この位置でターンすればいいんじゃないかっていうのもちゃんと意識しながらできればいいのかなと思います。これいいですね。180エアコンプリート。ここからまたサーフィンですね。沖出てます。だいぶ風面でね、ちょっとよれてきて難しくなってますけど、しっかりパンピングして前に出ていっています。一応左右狙いつつやっていってるけど、ビーチ的な感じなのかな。基本やっぱライト側の方が良かったですね。むしろライト以外はほぼないぐらいな感じで波が入ってましたね。なんで、まあライトメインでやっていってます。テイクオフして、ちょっと波、後ろから行って、最後加速して前で当てたかったけど、捕まっちゃったっすね、今の。とかも、ちゃんと波位置キープして、行こうとしてるけど、やっぱ波消えちゃうみたいな感じですね。本当はそのゾーンの前にね、決めれるのといいのかなと思います。さあ、今回、熱川でやっていった映像を少しまとめてきました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。